私、仕事の資料をそのまま AI に貼って要約してもらってるんだ。すごく楽なの。メリノちゃん、それちょっと待って。実はそれで会社を揺るがした事件があるんだ。サムスンという大企業の話だよ。社員が AI に会社のソースコードや社内会議の中身を貼ったんだ。たった20日間で3件。会社はその1ヶ月後、全社で AI の利用を禁止した。禁止。みんな悪気なんてなくて、ただ仕事を楽にしたかっただけだよね。そう、ここが大事なんだ。 AI に打ち込んだ情報は社外のサーバーに預けたデータと同じ。一度入れたら自分では取り消せないんだ。だから今日は仕事で AI を使う人が情報を漏らさないための対策を7つ、設定と使い方の2つの面に分けて優しく解説するよ。まずは、入れた情報がどこへ行くのかだね。レカ、私有料のプランを使ってるから入れた情報は学習されないよね。お金払ってるし。実はそれよくある誤解なんだ。チャット GPT もジェミニもクロードも個人向けは有料でも初期設定では入力が学習に使われるんだよ。有料なら安全だと思ってた。じゃあ入れた情報は具体的にどう漏れちゃうの？漏れ方は大きく3つ。自分でうっかり入れる、提供する会社側のバグ、そしてアカウントの乗っ取り。まずは代表的な実例で見てみよう。一つ目の実例はつい先日、2026年5月の出来事。家計簿アプリで有名なマネーフォワードで起きた流出だよ。コードの中に入れちゃいけない個人情報が紛れてたってこと？でも私コードなんて書かないよ。関係あるのかな？それがね、大ありなんだ。もっと怖いのは自分が完璧でも漏れること。2つ目の例だよ。チャット GPT のバグで一部の利用者の課金情報が他人に見えてしまった事故があったんだ。自分のせいじゃなくても漏れちゃうんだ。じゃあどうすれば守れるの？ここからは対策だよ。まずは設定編。鉄則その1からその3。鉄則その1、学習をオフにする。まずチャット GPT 左下の設定を開いて、次にデータコントロールを選んで、すべての人のためにモデルを改善するをオフ。これで1つ目完了。おお、設定から3ステップなんだ。次はジェミニ。同じく左下の設定からアクティビティを開いて、それでジェミニアプリアクティビティを開いて、アクティビティの保存をオフ。ジェミニも完了。あと一つ、クロードだね。クロードは左下の自分のアイコンから設定を開いて、プライバシーで AI モデルの改善をオフ。これで3社とも完了だよ。思ったより簡単。これでもう入れた言葉は学習に使われないってこと？そう、今の学習オフは最低限やっておきたい設定。でもこれだけじゃ足りないんだ。あと2つ、設定のコツを教えるね。鉄則その2は残さない。機密を扱う会話は履歴に残らない。一時チャットを使う。終わったらこまめに消す。これだけで安全度がぐっと上がる。履歴に残さないのは盲点だったかも。鉄則その3、仕事で使うなら法人プランを使う。法人向けや API は初めから学習に使われない。会社の正規の AI を使うのが一番安全なんだ。なるほど。でも会社のプランがない個人や副業の人はどうすればいいの？いい質問。個人の人こそここからが大事。設定はあくまで土台で、本当の勝負は普段の使い方なんだ。お待たせ。使い方編。鉄則その4からその7だよ。鉄則その4、パスワードや API キーは絶対に入れない。これが一番危ない。流出するとたった10分で悪用された例もあるんだ。待って、API キーって何？私も持ってるの。アプリ同士をつなぐ合言葉みたいなもの。エンジニアじゃなくても便利ツールを連携すると知らずに持ってることがあるんだ。鉄則その5、顧客の名前や病歴のような大事な個人情報はそのまま入れない。個人情報保護委員会も注意を出している。なるほど。社名を A 社に変えるだけ。それなら今日からできそう。鉄則その6、AI の拡張機能や連携アプリに注意。去年
人気そっくりの AI 拡張機能でおよそ90万人の会話がこっそり外に送られていた。90万人？便利そうなやつほど気をつけなきゃいけないんだね。最後、鉄則その7、素性のわからない無料 AI や偽サイトに注意。チャット GPT を語るにせ物もある。メールのリンクからではなく、公式アプリやブックマークから開こう。メカ、設定をオフにしたらもう完全に消えるってこと？そこは正直に言うね。オフにしてもすぐ完全に消えるわけじゃない。チャット GPT は裁判所の命令で消した会話も今は保管されている。じゃあ設定だけじゃ完璧じゃないんだ。そう。だから設定は保険。本当に守る方法はただ一つ。大事な情報はそもそも預けないことなんだ。おさらい。設定で学習をオフにして残さず。仕事は法人プラン。使い方では鍵と個人情報は入れず、伏せ字にして怪しい拡張や偽サイトを避ける。結局メカが言ってた大事な情報はそもそも預けない。これが一番なんだね。会社のみんなにも教えてあげたい。うん。日本の IPA も初心者向けに同じことを呼びかけている。便利に使いながらちゃんと自分の情報を守ろう。今日のお話、役に立ったらぜひチャンネル登録してね。感想やこんなテーマを知りたいもコメントで待ってるよ。それじゃあまた次の動画で会おうね。メリノちゃんでした。